はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら、オーディオテクニカから出ましたフラッグシップの完全ワイヤレスイヤホンですね。ATH-TWX9。こちらをレビューしていきたいと思います。この ATH-TWX9 は、33,000円するフラッグシップのモデルということで、これまでオーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホンって2万円ちょっとするモデルはあったんですけども、3万円以上するモデルはですね、初めてということで、とてもですね、期待されたモデルになっています。一からですね、新開発されたドライバーを積んでいたりとか、スナップドラゴンサウンドに対応していたり、360リアリティオーディオに対応していたりと、今現在ですね、対応すべき機能はですね、すべて網羅しているモデルになっていて、スペックも文句なしのモデルにはなっているんですけども、実際にですね、私が購入して使ってみたところ、細かい部分ではあるんですけども、気になったところもですね、結構あったりしたので、その辺もしっかりとご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので、気になる方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい。ということで、まずは、オーディオテクニカ ATH-TWX9 のスペックや価格についてご紹介していきたいと思います。この ATH-TWX9 はノイキャンや外音取り込みにももちろん対応していまして、ノイキャンはハイブリッドアクティブノイズキャンセリングとなっています。ワイヤレス充電にも対応していて、片耳のイヤホンのみの使用も可能となっています。片耳で使用した時はモノラル再生になります。マルチポイント接続にも対応。Bluetooth のバージョンは 5.2 ですね。最新のものですと、もう 5.3 というものが出てきてはいるんですけども、こちらは 5.2 となっています。対応コーデックは SBC-AAC aptX アダプティブとなっていて、aptX アダプティブは 96kHz24 ビットのものに対応していますので、スマホ側もですね、そちらに対応しているものであれば、解像感の高い音をですね、聞くことができます。ドライバーなんですけれども、オーディオテクニカが一からですね、設計した 5.8mm のダイナミックドライバーが搭載されています。サイズ的にはですね、5.8mm ということで、一般的な完全ワイヤレスイヤホンですね、6mm 以上のものがほとんどなんですけども、それに比べると小さめのものが搭載されています。充電時間なんですけども、イヤホン本体が約 2.5 時間、充電ケースは USB-C で充電した時は約 3.5 時間、ワイヤレス充電の場合は約5時間となっています。バッテリー持続時間なんですけども、ノイキャンオン時はイヤホン本体が最大6時間、イヤホンケース併用で最大 18.5 時間となっています。ノイキャンオフ時ですと、イヤホン本体で最大 6.5 時間、イヤホンケース併用で最大20時間となっています。サイズはですね、記載のようになっています。で、カラーなんですけども、今回ご紹介するダークブロンズの一色展開となっています。イヤホン防水規格は IPX4、充電ポートは USB-C です。保証期間は1年間となっていまして、その他としましては、アプリによるファームウェアのアップデートとかイコライザー設定なんかにも対応しています。そして脱着センサーも搭載されていますので、脱着センサーによる音楽の自動再生、自動一時停止なんかを行うこともできます。そして Google ファーストペアにも対応しています。ハイエンドモデルにはちょっと珍しい低遅延モードなんかも搭載されていまして、映画とかですね、ゲームなんかをするときはこの低遅延モードをオンにすることで、タイムラグをですね、少なくすることも可能です。ちょっとですね、珍しいんですけども、新紫外線除菌システムっていうものが搭載されていまして、イヤホンをケースにしまった時に、イヤーピースの部分ですね、耳の中にですね、入れるということで、そこをですね、除菌してくれるシステムなんかが搭載されています。冒頭でもご紹介しました通り、360リアリティオーディオというものに対応しているので、空間オーディオですね、そちらにも対応しています。LDAC と360リアリティオーディオを対応しているモデルって結構あったりするんですけども、aptX アダプティブと360リアリティオーディオが対応しているモデルってちょっと少ないんじゃないかなと思うので、ちょっとこれ珍しいかなと思います。それからスナップドラゴンサウンドにも対応していますね。価格なんですけども、現在 Amazon で33,000円とかなり高価なフラッグシップモデルとなっています。ただ、現在ですね、Amazon ですと 10% のですね、ポイント還元があったりとか、それからオーディオテクニカのですね、発売記念キャンペーンというのをやってまして、2022年の10月3日までに購入し、2022年の10月14日までに応募するとですね、デジタルギフト券ですね、Amazon ギフト券とか Apple カードとかですね、こちらが3000円分もらえるというキャンペーンもやってますので、今買えば実質ですね、27,000円ぐらいで購入できるというものになっています。はい、それではオーディオテクニカ ATH-TWX9 の外観を見ていきたいと思うんですけども、イヤホンケースはこんな形になっていて、ここもですね、合わせてみるとこういう感じになっていて、かなりですね、珍しい形ですね。このような形で開くイヤホンケースになっています。こちらにオーディオテクニカのマークが入ってますね。イヤホンケースの表面はかなりマットでですね、手触りがいいですね、作りにはなってはいるんですけども、若干こんな感じでですね、ちょっと指紋だったりとか、細かいホコリなんかはちょっと目立ちやすいかなっていう感じはしています。とても高級感のあるケースになっていて、さすがフラッグシップモデルだなという感じはしていますね。サイドの面はこんな感じのブロンズの色になっていて、かなりかっこいい渋いですね、色になってますね。正面にはこんな感じでインジケーターが5つありまして、充電中だとか、イヤホンを使用した後の除
勤中なんかはここの LED が光ります。そして裏側に行きますとこちらに USB-C のポートがついてますね。そして先ほどもご紹介した通りワイヤレス充電にも対応していますので、ワイヤレス充電器の上に置けば充電することが可能です。イヤホンケースをですね、閉じた時もバチンって音がしなくてですね、パターンという感じで閉まるので、やっぱ安めのイヤホンですとバチンってうるさかったりするんですけども、そういう感じがなくて、さすがフラッグシップモデルだなという作りになっています。そうしましたら、イヤホンケースとイヤホン本体のマグネットの強さもチェックしていくんですけども、ケースを閉じた状態で思いっきり振ってみると、あまり大きく振りすぎてしまうとちょっとですね、開いてしまうようなケースになっています。ちなみにサイズ感の比較なんですけども、ゼンハイザーのモーメンタムトゥルーワイヤレス3と比べるとこのような感じのサイズ感になっていて、若干大きめではあるかなという形になっています。ポケットの中だとちょっと膨らんじゃうかなっていう感じがするので、カバンの中にしまっておくのがいいかなという形ですね。ちなみにソニーの WF1000X Mark IV と比べるとこれぐらいのサイズ感になっていて、こちらと比べてもですね、若干大きめのケースになっています。そしてケースを開けてみるとこんな感じですね。イヤホンが収まっています。イヤホンを取り出してみて中を見てみるとこんな感じになっていて、このケースの下にですね、ここに少し部品というかがついているのがわかると思うんですけども、イヤホンをですね除菌するための紫外線のですねセンサーというか部品がですね装着されていますね。ケースの中には LR の表記があったり、ここにですねシブクオーディオテクニカというロゴが入っていて、この辺なんかもですねかっこいいというか高級感ある作りになっています。かなりデザイン面とかですね好きな方も多いんじゃないかなと思うケースになってますね。イヤホン本体を見ていくんですけども、こんな感じのですねイヤホン本体もかなり渋い色になっていて、かっこいいですね。メタリック感もありますし、とてもかっこいいんじゃないかなと思います。こちらのですね、オーディオテクニカのマークがある、こちらがタッチセンサーになっていて、こちらでタッチができるのと、スティックの部分ですね、ここに実はボタンもついていて、タッチとボタンのですね、2つを使って操作をすることができるという、かなりですね、珍しいモデルになっています。横に行くとこんな形になっていて、結構ですね、メカメカしい感じがするというか、珍しい形になってますね。スティックがあって、ここに耳に入る部分とノズルの部分があるという形になっています。イヤホンの裏面に行きますとこんな感じになっていて、こちらにですね TWX9 って書かれているのと LR の表記があります。それからこちらの黒いポッチが脱着センサーになっていて、これによってですねイヤホンを耳につけた時に自動再生だったりとか、イヤホンを耳から外した時の自動一時停止なんかを行うことができます。イヤーピースを外してみるとこんな感じになっていて、ノズルの先端は通常の丸い形ですので、サードパーティー製のイヤーピースも付け替えることができると思いますけども、こちらはですね後でお見せしますが、付属品にイヤーピースがめちゃくちゃいっぱいついているので、あえてですねサードパーティー製のイヤーピースを買わなくても皆さんに合うイヤーピースなんかも付属しているんじゃないかなと思います。スティック型のイヤホンということで AirPods Pro と比べてみますけども、こんな感じになっていまして、スティックの長さなんかは AirPods Pro よりも短いですし、結構ですね黒ということで色味なんかも違って雰囲気はだいぶ違うんじゃないかなと思います。耳に入るですねノズルの部分の角度なんかも違って、だいぶですね同じスティックを搭載しているイヤホンといってもかなり形とかですね見た目の雰囲気なんかは違うというのをですね感じられるんじゃないかなと思いますね。それからこのイヤホンですね、先ほどご紹介した通りイヤホンを使い終わって収納をするとですね、このイヤーピースの部分を除菌してくれるという機能がついているんですけども、その時はですねしまうとインジケーターが紫に光るんですけども、そちらは1時間に1回しか光らないということで、何回もですね使い終わってしまって使い終わってしまってっていうのを繰り返しても1時間に1回しか除菌されないという仕様になっていまして、先ほどですね1回取り出してしまったので今は光らないんですけども、こんな感じでですね画像で出しますが紫色に光るというものになっています。スマホなんかでもですねそうですけども、やっぱ手でですねたくさん触ったりとか体に密着しているものってかなりですね、汚いと言われていたりしますので、イヤーピース部分がですね除菌してくれるっていうのはかなりですね珍しくていい機能なんじゃないかなと思います。はい、続きまして付属品についてご紹介していくんですけども、付属品はですねこんな感じになっていまして、まずですねこちら保証書と取扱注意ガイドというものとクイックスタートガイドですね、簡単な説明書が入っています。それからあと注意事項の紙がいくつかと、こちらにノイズキャンセリングガイドといってノイキャンですね、どんな感じで使うと一番いいのかっていうのが書かれてたりします。あとこちらは USB-A と USB-C のケーブルが入ってますね。で特徴的なのが先ほども若干ご紹介しましたが、イヤーピースがですねめちゃくちゃいっぱい入っていまして、サイズとしては XS、SM、L の4サイズ×あと軸の長さがですね違うものが入っていて、こちらからロング、スタンダード、ショートというですねものになっています。スタンダードの M は最初からイヤホンに装着されているということで、こちらには XS、SL だけが入っているという形ですね。実際にですねどんな感じで違うのかというのをご紹介するんですけども、こんな感じでイヤーピースの傘の部分をひっくり返してみたんですけども、
右からですね、この軸が黒いものがロングのもの。軸の部分がこのグレーなものがスタンダードで、軸の部分が白いのがショートですね。この3種類がついていて、こう比べてみても分かるようにこの軸がですね長さが違うというものになっていて、ご自身の耳のサイズとかに合わせて変更することができるようになっています。ここまで細かくですねサイズとか軸の長さまでですね別々に変えてくるものっていうのはかなり珍しいかなと思います。でこの軸の部分はですね、かなりしっかりしていて、ここ見ていただくとわかるかなと思うんですけども、軸自体もかなり分厚くてですね、しっかりしたイヤーピースになっています。この辺ですね、こだわりあるなっていうのを感じますので、ご自身のですね、耳に合うイヤーピースを選んでいただければと思います。はい、続きまして装着感についてご紹介していくんですけども、装着感はですね、スティック型のイヤホンということで、重量もですね、そんなに重くないですし、重たいなという感じではなかったですね。ただ結構ですね、この耳に入る部分のこの部分ですね、この横のサイズっていうのが結構大きくて、測定してみると 20.2 ミリほどあるんですけども、私の場合ですと長時間つけていると結構ですね、ちょっとしんどくなってくるというか、一回休憩を挟もうかなっていうような装着感になっていました。私のですね、特に右耳っていうのは成人男性にしてはちょっと小さめなので、そのように感じると思うんですけども、普通くらいのですね、サイズの耳の方でしたら、そんなにですね、耳がですね、辛くなるっていうこともないと思うんですけども、私の右耳の場合は特にですね、ちょっとですね、しんどいので、一回外して休憩しようかなっていうぐらいになってますね。ですので、耳が小さい方ですと、ちょっとですね、しんどいかもしれないので、高い買い物ですので、視聴できる環境がある方は、そちらに行って一度ですね、装着してみるのがいいかなと思います。耳にはまる部分ですね、イヤーピースもですね、しっかり弾力があっていい感じですし、耳がですね、痛くなるってことは全然なかったんですけども、ここのサイズっていうのはもちろん変えられないので、注意が必要かなと思いました。で、頭を振ったりなんかしても全然外れる感じはないので、運動なんかでもですね、十分耐えられる装着感はあるかなと思いましたね。で、装着したところで写真で撮るとこんな感じになっていて、スティックなんかもですね、かなり短いイヤホンになっていますので、スティックが目立っちゃうってこともないかなと思います。やっぱりですね、この顔の前側の方なんかですとちょっとですね、詰まってる感じがするんですけども、この部分がですね、私の場合ですとだんだんちょっとしんどくなってくるなという感じがしましたね。装着したところを前から見るとこんな感じに見えるんですけども、他のスティック型のイヤホンっていうのは結構ですね、徒歩の方に割とそういうような感じでスティックがですね、出てくることが多いんですけども、この ATH-TWX9は方から離れちゃって、ここに隙間が空いてるっていう感じになっていて、鏡なんかで見ても隙間が空いちゃうなっていう感じはしましたね。ですので前から見た時に耳から外側の方にこのスティック部分が飛び出しているような感じがして、そこはちょっとですね違和感もある部分かなと思いました。ネックレスだとかマスクの紐なんかがですねここを通っちゃったりすると簡単にですねカンって引っかかっちゃってイヤホンが耳から落ちちゃうってこともあるんじゃないかなと思うので、その辺もですね注意が必要かなと思います。ということで、装着感は普通にですね、通勤で1時間以内ぐらいで効くんだったら十分ですけども、耳が小さい方ですと長時間つけているとちょっとしんどいなっていう感じる方もいるかもしれないので、そこはですね、注意していただく必要があるかなと思います。はい、そうしましたら、アプリでのカスタマイズ性について見ていくんですけども、ATH-TWX9 は、オーディオテクニカコネクトというですね、アプリでカスタマイズをすることができます。接続するとこんな感じの画面になるんですけども、こちらできることを見ていきたいと思います。まず LR のですね、イヤホンのバッテリー残量と充電ケースのバッテリー残量がわかります。そしてこちらですね、今 aptX アダプティブで接続されているんですけども、こちらで接続するコーデックをですね、変更することができます。あんまりですね、aptX アダプティブで繋いでいて別のものに変更するってことはないんですけども、こんな感じですね、接続するコーデックを選ぶことができます。で、ちなみに aptX アダプティブでこっち繋いでいて、あと iPhone でですね、こんな感じでですね、Android の方は aptX アダプティブで繋いでいて、iPhone の方は接続済みになっていて、両方マルチポイントでですね、繋がっているという形になっていますね。そしてイコライザーですね。ここからイコライザー設定をすることができて、プリセットですとオリジナル、バスブースト、クリアボーカル、V シャープ、トレブルエンハンスとですね、この一つのプリセットから選ぶことができるのと、自分でですね、こちらから編集して、プリセットを自分で保存しておくこともできるようになっています。で、私ですね、今こちらオリジナルになってますけども、クリアボーカルなんかにすると、ボーカルのですね、抜け感だったりとかもより良くなっていいかなと思って、こちらをですね、結構使ってましたね。そして、ノイキャンの設定をすることができまして、オプティマイズという周囲の音をですね、測定して、その場でノイキャン性能を最適化してくれるという機能があったり、あとは飛行機のノイズを中心に減らしてくれるモード、電車の騒音を減らしてくれるモード、それから街中の車の走行音とか環境ノイズを低減してくれるモード、
オフィスモード、ホームモードというですね、このような感じのノイキャンのモードがいくつか搭載されていまして、こちらでですね、いろいろ設定することができるようになっています。それからこちら外音取り込みですね。ヒアスルーとなってますけども、こちらでローからハイまで5つの外音取り込みのモードを設定することができます。それからオフと、こちらのノイキャンモードを設定することができますね。それからこちらに行きますと、もうちょっとですね、細かくカスタマイズをすることができます。まずボリュームステップということで、16、32、64となってますけども、1回ですね、ボリュームアップさせるときに、16ステップにすると、たくさんですね、ボリュームが一気に上がりますし、64にすると細かいボリュームの設定ができるというものになっています。それからコーデックですね。これは先ほどと同じですね。アンビエンスコントロール。こちらも先ほどとほぼ一緒の機能になっています。イヤホン操作で普通のですね、ノイキャンモードというのを切り替えとは別にクイックヒアスルーという機能があったりします。ナチュラルとストロング、クイックヒアスルー中に音をですね、小さくする、小音にするみたいな、こんなのですね、モードも設定することができて、普段ですね、外音取り込みを使うんだったら、こちらのですね、クイックヒアスルーを使って一時的に取り込んで、またノイキャンに戻るっていうのが一番いいのかなと思っています。で、イコライザー、それから低遅延モードですね。こちらも設定することができますね。ハイエンドモデルでですね、低遅延モードがあるっていうのはなかなか珍しいかなと思いますね。で、左右のバランス調整っていうのも、こちらもですね、結構珍しくて、こちらはですね、右に行くと、右の音が大きくなって、左のイヤホンの音が小さくなるみたいな感じですね。左右ですね、人によって、耳のバランスも違うと思いますので、例えば右耳だけですね、若干聞こえづらいなっていう方ですと、右だけですね、ちょっと大きくするといい感じのバランスで聞けたりみたいな、いうことがあると思います。サイドトーンで即音ですね、話している時、通話している時に、その自分が話した音をイヤホンのマイクで拾って、フィードバックしてくれるということで、イヤホンしたまま通話するとですね、自分の声が聞こえなくてうまく喋れてるかどうかっていうのがよくわからないっていうのがあるので、即音機能はですね、とてもいいかなと思います。360リアリティオーディオですね、空間オーディオなんかも使うことができますので、これを使うことで、より一層ですね、空間表現豊かな、リッチな音楽体験をすることができます。こちらでもですね、いろんなことができるんですけども、まずキーアサインということで、操作コマンドのカスタマイズですね。一応こちらでできるんですけども、ちょっとですね、ここはですね、他のイヤホンなんかに比べると細かいことっていうのがちょっとやりづらくて、デフォルトだとこんな感じになっていて、タッチセンサーの左でボタンを押すとどうなるかっていうのがあるんですけども、これですね、一個一個のコマンドをどの操作に割り当てるみたいなことっていうのができなくて、例えばタッチセンサー L の左の2回タップだけを、例えば再生にするとか、曲送りにするとか、曲戻しにするみたいな感じのですね、自分の好きなコマンドに割り当てるっていうのはできないようになっています。できることというのは、先ほどですね、タッチセンサーでは、ノイキャンや外音の取り込み切り替えとか、ノイキャンのカスタマイズなんかを左のタッチセンサーでできたものが、音楽優先にするとガラッとですね、一気に変わって、再生一時停止、次の曲、前の曲にガラッと変わるっていう形で、細かくですね、自分の思い通りに設定変更することができないようになっています。ちょっとここは残念だったかなと思いますね。右左の左右の入れ替えができたりとか、で、細かい操作のカスタマイズはですね、この機能の選択っていうのはちょこっとだけできるんですけども、タッチセンサーの右だけを音声認識にするのか、電池残量の確認にするのか、それからノイキャンや外音取り込みの切り替えにするのかみたいなですね、これぐらいのですね、変更しかできないので、ちょっとですね、他のフラッグシップモデルのものとかですね、例えばジャブラのイヤホンとか、その辺みたいに細かくですね、自分の思い通りにカスタマイズできないっていうのはちょっと残念だったかなと思います。で、こちらですね、タッチセンサーをそもそも使うか使わないかっていうのと、タッチセンサーの感度を高くするか低くするかというものを設定することができます。で、音声アシスタントですね。OS 標準の Siri とか Google アシスタントにするのか、それから Amazon Alexa にするのかっていうのを設定することができます。装着検出ですね。こちらで耳に装着した時に自動で再生とか、耳から外した時に一時停止をするかっていう設定なんかもすることができます。それからガイド音ですね。例えばノイキャンに入れた時は、ノイズキャンセリングっていうですね、ガイダンスを流すか流さないかっていうのを選ぶことができます。下にすると確認音のみということで、ピッてですね、音だけが鳴って、ガイダンスはですね、流れないようにすることもできます。それから操作ガイドですね。どこを操作すればどのような操作になるかっていうのをすることができるのと、あと接続機器の簡易ですね。私の場合は今は Android と iPhone をペアリングしているのでこんな感じで出ますけども、複数追加していけばそれがですね、さらに増えていくという形ですね。はい、こんな感じですかね。アプリでのカスタマイズっていうのは結構いろいろできはするんですけども、先ほどですね、ご紹介した操作コマンドのカスタマイズが自由にできないっていう部分がちょっと気になったかなっていう感じはありますが、結構ですね、いろんなカスタマイズができますし、やっぱりですね、オーディオテクニカは日本のオーディオメーカーですので、もちろん日本語で見ることができますし、かなり親切な、UI にはなってるかなと思います。
はい、続きまして音質についてご紹介していくんですけども、音質はですね、さすがオーディオテクニカがですね、一からドライバーを設計して作ったということもあって、かなり音質のレベルは高いなと思いました。5.8mm のドライバーが搭載されているということで、完全ワイヤレスイヤホンの中でもドライバーのサイズとしてはかなり小さくて、一般的にドライバーが大きくなればなるほど迫力のある音が出るっていうのが普通だと思うんですけども、5.8mm というサイズ感でも低音の迫力というか質感なんかはしっかりと感じられる音質に仕上がっています。結構ですね、低音の存在感なんかはしっかりあるんですけども、ボーカルの抜け感なんかがすごく綺麗で、しっかりとですね、それぞれ低音域、中音域、高音域のそれぞれの音っていうのがバランスよく聞こえてくるような形になっていて、めちゃくちゃ気持ちが良かったですね。低音だけに寄っちゃって安っぽい音になっちゃってるとかそういうこともありませんし、逆にですね、高音域とか中音域をですね強調しすぎているがゆえに低音域の迫力がないとかそういうこともなく、とてもですねバランスがよくやっぱしっかりとですね作り込まれているなっていう感じはしました。ただですね、低音域のですね存在感はしっかりとあるんですけども、ズンズンとですね重厚感がある音っていう感じではないので、そういうのをお求めの方ですと低音域重視のですねイヤホンを買っていただいた方が満足できるかなとは思うんですけども、私ですね十分これでも存在感ある低音域聞けますし、気持ちがよく音楽聴けましたね。音場はですねめちゃくちゃ広いっていう感じではないんですけども、耳のですね周辺で音が鳴っているなという感じはするんですけども、ただ音のですね定位感なんかはですねめちゃくちゃはっきりとですねしていて、右から聞こえてくるとか左から聞こえてくる、右の後ろで聞こえてくるみたいな感じでですね定位感なんかはしっかりしているので、その辺なんかもですねかなりレベルが高いんじゃないかなという感じがしましたね。ボーカルのですね抜け感なんかも気持ちがいいので、ボーカル重視のですね楽曲なんかをですねよく聞くって方だととてもいいんじゃないかなと思いましたね。かなり気持ちがよく聞けますし、ボーカルのですね綺麗な歌声なんかっていうのもしっかりと脳内に響いてくるような感じがして、とても気持ちがいいなと思いました。で、360リアリティオーディオにも対応していますので、対応するアプリですね、メジャーなものですと Amazon Music とか、その楽曲を聴けばですね、よりですね、臨場感がある楽曲を聴くことができますので、そういうですね、リッチな音楽体験をしたいっていう方にもかなりおすすめかなと思います。続きまして操作感についてなんですけども、操作はですね先ほどご紹介した通り、こちらのタッチセンサーとボタンのですね両方を使って操作することになります。操作できる項目はやっぱりですねタッチセンサーとボタンのですね両方使えることによって、再生一時停止、次の曲、前の曲、それから音量の上げ下げ、ノイキャンや外音取り込みの切り替えなんかをしっかりとですね行うことができますし、さらにノイキャンの最適化なんかっていうのもイヤホン操作で行うことができます。それはですね良かったんですけども、やっぱタッチセンサーとボタンをですね搭載していて、左右合わせてですね4つの操作できるボタンとかセンサーがあるということで、慣れるまで時間かかるなと思いました。私がですねいろんなイヤホンを使っているから、そっちに慣れちゃってるっていうのもあるかなとは思うんですけども、どのボタンをですね何回押せばどの操作になるかっていうのがですね若干ですね覚えるのに時間かかるなと思いますので、そこはですねメリットデメリットあるかなとは思うんですけども、そんなこともありましたね。タッチセンサーの感度とかっていうのは先ほどですねご紹介した通りアプリでカスタマイズすることもできますし、操作感自体はとてもいいかなと思いました。ただ操作していてですねちょっと気になったのは、操作してですねピッて反応した後ですねその操作が切り替わるまでっていうのが若干ラグがあるというか、キビキビとした操作感は得られないなっていうのがありましたね。例えばノイキャンからですね外音取り込みに切り替えるっていう時なんかですと、ピッて操作して、それからノイズキャンセリングってアナウンスが流れて、その後にですね切り替わるということで、ちょっとですねラグがあるんですよね。それっていうのがちょっと気になりましたね。操作した後にすぐにですね外音取り込みに切り替わったりしてほしい部分ではあるんですけども、そこが若干ですね遅れるというか、操作が実際に切り替わるまでの時間がかかるっていうので、そういう部分が気になった部分ではあるかなと思います。操作自体はしっかりとできますのでもちろんいいんですけども、ちょっとですねキビキビとですね操作が切り替わってくれると良かったかなと思いましたね。続きましてノイキャンや外音取り込みについてご紹介していくんですけども、ノイキャンに関してはハイブリッドアクティブノイズキャンセリングを搭載していたりとか、ノイキャンのモードがですねいくつも搭載されていて、いろんなですねノイキャンモードを選択することができるんですけども、ノイキャンの強さ自体っていうのはめちゃくちゃ強いなっていう感じではなかったですね。ソニーの WF1000X Mark IV とかに比べちゃうと、落ちちゃうなっていう感じはしました。でノイキャンのですねモードも先ほどアプリでご紹介した通りたくさんありまして、こんな感じですね。
最適化するモードと飛行機用、電車用とか街中でオフィス用、家の中用みたいな感じですね。いくつもノイキャンのモードがあるんですけども、例えば地下鉄の中に乗っている時にこのトレインモードというものがあるので、こちらに設定をしてみると低音域のですね走っている音なんかは割と軽減されるんですけども、電車のアナウンスの音っていうのは結構ですねがっつり入ってくるっていう形になりますし、じゃあその場でですねこのオプティマイズドっていうのに設定して周囲の音を測定してですね最適化してもらうとどうなるかっていうと、アナウンスの音なんかも割と消えるんですけども、このトレインモードに比べると低音域がですね若干聞こえてくるみたいな感じになりましたね。でそのね完全にですね周囲の音をですねバシッと消してくれて静寂が訪れるというようなノイキャン性能にはなってないかなと思いました。もちろん街中とかですね閑静な住宅街を歩いている程度であれば十分かなとは思うんですけども、ノイキャン性能が完璧に高いというモデルとはちょっと違うかなと思いました。でこのモードなんですけども、他のイヤホンでもいろんなですねノイキャンモードがあってこんな感じで分かれているものってあるんですけども、それに比べるとモードを切り替えた時のですね、メリハリなんかもしっかりとついているなという感じがしていて、その目的に合わせたノイキャンにですねしっかりと切り替わっているなっていう感じはあったので、それは良かったかなと思います。でオプティマイズドっていうのはですね注意が必要というかですね、その場でですね周囲の音をですね測定して最適なノイキャンにしてくれるということで、一回ですね最適化したからって別の場所に行くとそのままでいいかって言われるとやっぱそうではないので、イヤホンのですね操作のところでもありました通り、イヤホン操作でノイキャン最適化っていうですねコマンドがあった通り、別の場所に行って、ちょっと気になったなと思ったらまた最適化してノイキャンを設定して、また別のところに行ったら最適化してその時に合ったノイキャンにするというような使い方になるんじゃないかなと思いました。ノイキャンのですね最適化するのは操作コマンドをして、10秒ぐらいもあればですね終わるので、そんなに煩わしくないんですけども、毎回その操作をですねするのかって言われるとちょっとですねハテナマークがつくかなっていうのはちょっと正直あったかなと思います。ですので、このですねイヤホンを購入した方っていうのはノイキャン最適化はですねこまめにやっていただいて、その場に合ったノイキャンモードをですね使っていただくということをですね意識してみると、よりですねノイキャンの性能を実感できるんじゃないかなと思います。で外音取り込みなんですけども、外音取り込みは音楽を聴きながらでもコンビニやスーパーでですね店員さんとの会話もできるぐらいの外音取り込み性能はしているなと思いました。外音取り込みで取り込んだ音っていうのもかなり自然でですねマイク性能も高いみたいで、その辺の音っていうのもですねかなり自然に入ってくるなって感じがしました。ただやっぱり今だとマスクしていたりとか、店員さんと自分の間にアクリルシートなんかがあったりして、若干ですね声が小さくなったりする場面っていうのもあると思いますので、そういう時は先ほどですねあったこちらのですねクイックヒアスルーなんかをしてタイプとですね音を小さくするとかミュートにするみたいなのをですね自分に合うように設定していただいて、こちらを使うとよりですね会話なんかもスムーズにできるかなと思いました。それではですねレビューの最後としまして通話品質についてなんですけども、こちらはですねいつも通り Zoom で録音した音声がありますのでお聞きください。はい、こんにちは。こちらはオーディオテクニカ ATH-TWX9 とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。通話品質はですね、やっぱり外音取り込みの時も言いましたけども、マイク品質がですね、いいのか、通話品質もですね、素晴らしくて、しっかりとですね、相手にですね、自然な音っていうのを届けることができてるんじゃないかなと思いました。低音のですね、音なんかもしっかり入ってまして、スムーズなですね、会話ができるかなと思います。スティック型のイヤホンということで、スティックの先にマイクがついているということもあると思いますけども、重要なですね、商談なんかのビジネスシーンだったりとか、オンライン授業なんかでの大事なプレゼンなんかの時でも十分活躍できる通話品質になっているかなと思います。はい、それではですね、ここまでオーディオテクニカ ATH-TWX9 のレビューを行ってきたんですけども、気になった部分についてもご紹介していきたいと思います。結構気になった部分なんかも多かったと、最初にご紹介した通り結構あったりするので、その辺ですね、ご紹介していきたいと思います。まずですね、一つ目の気になった部分なんですけども、ノイキャンや外音取り込みのですね、モード切り替えの時に、一回音楽がですね、ミュートになるんですよね。今の私の設定ですと、右のボタンを一回押すと、ノイキャンからオフになって、オフから外音取り込みになるという設定になっているんですけども、その時に一回押すとピッてですね確認音が鳴って、その後にガイダンスですねオフってなってモードが切り替わるんですが、そのピッてなった時とオフって言ってる時にですね音楽が一回ミュートになって、その間ですね 3,4 秒ですかね、それぐらいはですね音楽が一回ミュートになっちゃうので、モード切り替え時に音楽が途切れちゃうっていうのはちょっとなっていうのはありましたね。もちろんクイックヒアスルーという先ほどですねあった機能のように、モード切り替えにした時に音をですね小さくするっていうのをもともと自分で設定しているんだったらいいんですけども、そうじゃなくてモードをですね単に切り替えたいだけなのに音楽が一応小さくなっ
ってしまうっていうのがあって、ちょっとそこはですね、気になったかなと思いました。先ほどあったようにアプリですね、ガイド音のですね、ありなしっていうのも設定することができるんですけども、これをですね、確認音のみというですね、こちらに設定した場合でも、そのですね、音楽が一回小さくなっちゃうっていうのは変わんなくて、モードの切り替えがですね、早くなるっていうのもなかったので、そこはですね、ちょっと改善していただけたらいいなと思う部分ではありますね。気になった部分の2つ目なんですけども、こちらも操作周りになるんですが、操作側のところでご紹介した通り、操作後のですね、レスポンスがちょっと遅いっていう部分があって、キビキビとですね、操作が切り替わらないっていうのがあります。先ほどのノイキャンからオフに行ったりとか、オフから外音取り込みに行ったりとか、そういう部分もやっぱりですね、他のイヤホンに比べると結構ですね、時間がかかって、3、4秒かかっちゃうっていうのもあったりして、ちょっとですね、もっとキビキビですね、切り替わって欲しかったなっていうのはやっぱりありますね。あと操作コマンドのですね、カスタマイズが柔軟できないっていうのもですね、先ほどご紹介した通りで、やっぱりですね、他のですね、ジャブラだったりとかに比べると、やっぱり一つのタッチ操作に対して操作コマンド1個ずつですね、割り当てるとか、そういうことができないので、そこはですね、ちょっと気になったなと思いました。このイヤホンのですね、珍しいところとして、タッチセンサーとボタンのですね、両方を使えるという風にしたがゆえに、その辺ですね、細かく設定するっていうのはちょっと難しかったのかもしれないんですけれども、そこはですね、ちょっと難点でしたね。やっぱり33,000円するですね、フラッグシップモデルならその辺細かくできるとちょっと嬉しかったかなと思いましたね。3つ目の気になった部分なんですけども、これもまた操作周りなんですが、ノイキャンや外音取り込み切り替えの時ですね、オフのモードが入っちゃうっていう部分ですね。先ほどご紹介した通り、私の場合今このボタンを1回押すと、ノイキャンから1回オフに行って、オフから外音取り込みに行くという切り替えになるんですね。ですので、ノイキャン時から何か話しかけられた時にすぐ外音取り込みにしたいっていう時は、1回オフにして、さらに外音取り込みにしなきゃいけないっていうので、2段階が必要ですし、先ほどからご紹介しているように、そのモード遷移っていうのが他のイヤホンに比べると遅いので、ちょっとですね、気になるなっていうところがあります。他のイヤホンですと、オフをですね、経由するかどうかっていうのはアプリで切り替えられたりするんですけども、それはなかったので、ちょっとそこは残念だったかなと思います。せめてノイキャンからオフに遷移するんじゃなくて、ノイキャンから外音取り込み行って、外音取り込みからオフ。その後ノイキャンに戻るんだったらまだ良かったんですけども、ノイキャンからモード遷移すると一回オフが入って外音取り込みなので、ちょっとですね、やりづらいなっていう感じがしました。ですので、このモード遷移を使うっていうよりかは、ボタン2回でクイックヒアスルーというですね、モードになるので、多分こっちを使った方がいいかなとは思うんですけども、このアンビエンスコントロールで操作をすると、ノイキャンオフ、外音取り込み、ノイキャンオフ、外音取り込みっていう順番になってしまうという部分がちょっと気になりましたね。で、気になった部分の4つ目になるんですけども、こちらはですね、イヤホンをですね、ケースから取り出した後にスマホに接続されるまでが他のイヤホンに比べると遅いっていう部分があります。一回ちょっとやってみるんですけども、一回イヤホンをしまいまして、今はですね、何も Bluetooth が繋がっていない状態になって、こちらにも表示されていないという状態です。で、イヤホンを取り出してみますと。イヤホンを取り出しまして、耳につけますと、バッテリーレベルというですね、音声が流れまして、で、今やっと繋がったっていう感じなんですけども、これがですね、結構他のイヤホンに比べると遅いかなっていう感じはしました。他のイヤホンですと、イヤホンをケースから取り出して耳にですね、装着してすぐぐらいにはもうですね、繋がっているってことが多いんですけども、この ATH-TWX9 は耳に装着して、それからアナウンスが流れて、やっと繋がるっていう形なので、ちょっと音楽を聴けるまでの時間っていうのが若干遅いかなっていう感じはしましたね。電源が入るタイミングが、ちょっと遅いのかもしれないんですけども、ここはですね、ちょっと気になった部分ではあります。イヤホンケースからですね、イヤホンを取り出してすぐに音楽を聴かないと困ってしまうっていう方っていうのはそんなにいないと思うので、そこまでですね、気になる方ってもしかしていないかもしれないんですけども、耳に装着して音楽をスマホから流しちゃったら、イヤホンとスマホが繋がってなくて、スマホ側から音が流れちゃったみたいなですね、そういうことももしかしたらあるかもしれないので、注意かなとは思いました。で、最後にですね、気になった部分なんですけども、ペアリング済みのですね、デバイスでも Google ファストペアの表示が出てしまうっていう部分があります。このスマホですね、先ほどからご紹介しているようにもうペアリングはもちろん終わっていて、何回もですね、接続しているので、もう Google ファストペアの表示っていうのは普通だったら出ないはずなんですけども、この ATH-TWX9 は 100% ではないんですけども、イヤホンをですね、こう取り出した時に、こちらに Google ファストペアの表示が出る時があるんですよね。
こんな感じで今出ましたね。先ほどスマホと接続される前が遅いって言ってた時はそんなですね、出なかったんですけども、なぜかわからないですが、こんな表示がですね、出ることが多いという形になります。他のですね、Google ファストペアに対応しているイヤホンですと、こんなですね、表示っていうのは出ないので、何かイヤホン側の認識がおかしくて Google ファストペアの表示が出ちゃうんだと思うんですけども、こんなこともありました。これ私だけかなと思ったら、他のですね、口コミなんかで見た時に、やっぱり他の人でもこんな感じで Google ファストペアのですね、表示が出ちゃうっていうのは言ってる方がいらっしゃったので、私だけじゃないと思うので、何かですね、原因があるんだと思うんですけども、現在こんな感じになっちゃっていますね。表示が出たからって無視すればいいというだけではあるんですけども、若干ですね、気になった部分ではあります。はい。ということでですね、今回、オーディオテクニカのフラッグシップの完全ワイヤレスイヤホン、ATH-TWX9 をレビューしてきました。全体的に見るとですね、やっぱしっかりと作られていて、音質面だったりとか、高級感や、やっぱ周囲力を満たしてくれる部分っていうのもかなりあって、いいかなとは思うんですけども、気になった部分のところが結構あったので、その部分でですね、もったいないなという部分があったかなという感じになります。ただですね、今回ご紹介した気になった部分っていうのは、アップデートでですね、治る部分でもあるかなとは思うので、その辺ですね、今後のアップデートで治ってくれるとかなりですね、評価が上がってくるイヤホンなんじゃないかなと個人的には感じましたね。今回ですね、結構気になった部分もたくさんご紹介しちゃったので、あんまりですね、グッと来てない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ぜひですね、今回の動画を参考にして、選んでいただけるといいんじゃないかなと思います。今だとですね、冒頭でもですね、ご紹介した通り、Amazon なんかですと 10% 分のポイントがついたりとか、さらにプラスしてですね、オーディオテクニカのキャンペーンとして、応募すればですね、全員3000円分のデジタルギフト券がもらえるっていうキャンペーンもやってますので、後になって買うんだったら、今ですね、購入していただいた方がお得に購入できるかなとは思います。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひですね、一度チェックしてみてください。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ちょっと久々のですね、完全ワイヤレスイヤホンのレビュー動画になっちゃったんですけども、この9月はですね、皆さんですね、楽しみに待っているであろう Apple の AirPods Pro の第2世代とかですね、あと Bose からも Quiet Comfort Earbuds 2が発表されまして、3万円以上するハイエンドモデルがですね、たくさん出てくる時期になってきましたので、このチャンネルでもしっかりとですね、レビューしていきたいと思っていますので、ぜひですね、チャンネル登録してお待ちください。はい、ということでですね、今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。私はブログでも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしてますので、気になる方は時間がある時にチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。